日本の歴史と文化が息づく場所、明治神宮についてご紹介いたします。都会の中にありながら一歩足を踏み入れるとそこには静寂と自然が広がり、心を落ち着かせる空間が待っています。では一緒にその魅力を探っていきましょう。私の動画では神社に関する動画を主に取り扱っております。ぜひチャンネル登録、通知ボタンを押してチェックしてみてください。明治神宮へのアクセス。明治神宮はどの駅が一番近い？こちらの明治神宮、場所は東京の渋谷区の方々ど真ん中。他の場所ともアクセスが良い、非常に好立地です。JR だと原宿駅西口の目の前、東京メトロ千代田線、副都心線の明治神宮前駅の2番出口から30秒。この2駅が明治神宮に一番近いです。他にも代々木駅、北参道駅、参宮橋駅などからもアクセスが可能です。明治神宮の御祭神と由緒。明治神宮でお祭りされているのは明治天皇と昭憲皇太后です。明治天皇は明治45年1912年に、昭憲皇太后は大正3年1914年にお隠れになりまして、その後国民からご神霊をお祭りする神社を創建したいという声が湧き上がって、大正9年西暦1920年に創建されました。国内外から1000万円、現在の価値で言うと約2000億円ものお金と10万本の樹木が奉納され、約11万人もの青年講師団が集まって植林や参道作りに励んだそうです。もともとこの地は皇室の所有地で、ほとんどが畑で荒れ地のような景観が続いておりました。今では初詣の参拝者数が日本一の神社となっております。明治神宮の木々は100年前に計画的に植林されたものだったのか？すごいね。ところで、明治天皇、昭憲皇太后はどんな方々だったの？明治天皇は御年16歳で第122代の天皇に即位されました。和歌を非常に好んでいらっしゃって、お読みになった御製、天皇陛下や皇族の方が自ら書かれたり作られた文章や作品のことを御製と言いますが、その御製の数は9万3000余りにも及びます。昭憲皇太后は日本赤十字社へご支援なさったり、現在のお茶の水女子大や学習院女子中等科、高等科の設立に大きく尽力されまして、日本の女子教育に力を注がれていらっしゃいました。この明治神宮では皇室のいやさかと日本の発展、世界の平和をお祈りしております。境内の特色。さて、原宿駅、明治神宮前駅からだと南側から入ることになります。明治神宮は月によって開門、閉門時間が変わります。日の出とともに開門して、日の入りに合わせて閉門します。実際に参拝を予定している方はホームページで確認されるのがよろしいかと思います。南側から明治神宮に入る際、最初に目にする大きい鳥居が第一鳥居です。以前の鳥居はヒノキでできておりましたが、鎮座100年を機に国産杉の鳥居に建て替えられました。明治神宮には8基鳥居がありますが、杉の木の鳥居はこの鳥居だけです。高さは11メートル。この部分を笠木と言うんですけれども、この横幅が 15.6 メートル。柱の太さは直径 1.06 メートル。私が参拝した段階では足元に柵が取り付けられていて、このような立て札がありました。できたばかりなのに残念ですね。明治神宮に限らず鳥居には傷をつけてはいけないですよ。鳥居の前で一礼して参道を進みます。鳥居をくぐる前から感じることなんですけれど、都会の中とは思えないほど穏やかです。進めば進むほど車の喧騒も聞こえなくなります。もともとほとんど聞こえてなかったんですけれども。当時、植林を計画した際、100年先を見越して計画的にシイの木、カシの木、クスノキなどの照葉樹を主に植えたそうです。当時の内閣総理大臣であった大隈重信が杉を植えるように指示したこともあったんですけれども、この代々木の地では不向きであって杉は都会に適さないと関係者一同で説得したらしいんですよ。いやー、杉が植えられなくて本当に良かったですよ。私ちょっと花粉症なので。途中、神橋と呼ばれる橋があり、小さな渓谷が見えます。
ここの水源は清正の井戸と呼ばれる都内有数の湧き水から流れてきております。清正の井戸の水はこの南参道の新橋の下を流れて渋谷川に注がれます。また少し歩くと左右に献納されたお酒の樽が並んでおります。片方は清酒、片方はワイン樽です。ワインの方はフランスのブルゴーニュ地方からはるばる献納されたものです。そして少し歩くと北参道の道とつながります。こっちを右に進むと北参道、左に進むと大鳥居に出会います。こちらは第二鳥居です。第一鳥居とは違ってヒノキでできております。高さは12メートル、重さは13トン。木造の明神鳥居としては日本一の大きさです。そのまま進むと曲がり角に当たります。90度の直角ではなく88度の末広がりに曲がってるんですよ。ここを曲がると鳥居が見えます。で、奥に見える鳥居が第三鳥居です。鳥居の手前に手水舎があるので、手水を取ってそれからお参りをしましょう。私がお参りした時はひしゃくがなくて、竹筒から水が出ておりました。ちなみに手水舎の向かいにある建物は払い舎。祭典の際、神職が主罰を行う場所です。第一鳥居からこの手水のところまで、女の足で歩いて約10分ほどかかりました。いろいろゆっくり見ながら歩くともっとかかるかもしれないですね。第三鳥居を進むと南神門があり、門を通ると広い社殿の前に入ります。境内の中で最も神聖な場所になります。人が多かったのと、私自身もお参りをするので、ここから先はピクスタなどで入手した写真を見ながら説明をします。奥に拝殿があります。賽銭箱があるところですね。で、その奥に本殿があります。明治神宮は奥に本殿があって、で、その手前に拝殿が建てられています。この拝殿も内拝殿と外拝殿の2棟2棟に分けられていて、普通に参拝する人が入れるのは賽銭箱が設置された外拝殿の前まで。私がお参りした時は何か拝殿で祭典が行われていて、それが理由なのか、警備員さんがクワイエットプレイスと書かれたプレートを持って左右に動いて注意を促しておりました。拝殿内も拝殿前も参拝の場所なんですよ。で、明治神宮に限った話ではないんですけれど、お参りが終わったら拝殿前から速やかに退きましょう。で、お参りしたい人が後ろで待ってるんでね。拝殿のそばにある2本の木は夫婦楠です。明治神宮創建時に建てられた楠の木で、しめ縄が結ばれていて、縁結びのご神木です。以上が大まかな明治神宮の説明です。とは言っても、明治神宮の境内は70万平方メートルありまして、今回は南側から紹介しましたが、これ以外にも宝物殿やミュージアム、武道場や、あと開けた場所などもありますので、ぜひお参りして確かめてみてください。最後に南参道の出入り口にカフェ、森のテラスがあります。ウッドデッキで柔らかい印象のお店です。ね、結構歩きましたのでね、一息つきたくて入りました。バニラのジェラートがすごく美味しかったです。ただ、時間帯の問題なのか、席が満席で立って食べました。樹木を眺めながらね、食べるジェラートは美味しかったですよ。で、お土産にお茶を買って帰りました。時間に余裕があったら寄ってみることをお勧めします。皆さんの明治神宮のここが好き、ここが見どころというのがありましたら、ぜひコメントで教えてください。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。嬉しくてやる気が出ます。では今回はこの辺で、また見てくださいね。